はい、ノスタルジックバイクです。今日はですね、FX ミーティングの、様子をちょっと今流してるんですけども、僕はね、前日の前夜祭から参加させてもらって、非常に楽しませていただきました。はい。で、イベントの様子の配信って結構やられてるチャンネルの方も多いので、ここの動画では、そのイベントの様子と合わせて主催者の方が、すごくキャラ的に濃くて面白い方だったので、そのイベント主催者の方のキャラだったりとか、どういう意図で、イベントを開催しているのかとか、その辺の話も伺ったので、その辺と合わせて配信したいと思います。あとはあれだ、走ってる様子ですね。会場内をこう入場退場する様子じゃなくて、だけじゃなくてね、その走ってる様子もちょっと撮らせてもらったので、その辺も合わせて、配信したいと思いますので、よろしくお願いします。もともと FX ミーティングを FX しか参加しちゃダメっていうものを開催している方がいて、でその方が途中でミーティングをやることをやめちゃったというか止まっちゃったんですね。で僕らやっぱり FX みんな好きで乗っていましたので、こういう場を作りたいということで、継いだというか、やり始めたっていうのがきっかけです。僕18から FX です。その前はね、まず僕が主催者っていうことはもう皆さん知ってるので、来てくれた方々がいろいろ話しかけてくれるんですよね。先ほどもお米もらったりとかして、これからも頑張って継続してください、楽しみにしてますって言われることはやっぱり楽しいですね。であとは仲間で協力してこれをやっていますので、その仲間と前夜祭って言ってみんなで飲んで懇親を深めて、で当日を迎え、お疲れ様です。原さんまたみんなで前夜祭からワイワイガヤガヤやっている。で初めての人でもみんな同じ趣味だからっていうことですぐ仲良くなって打ち解けて、その雰囲気を出られたから分かると思いますけれども、ああいう雰囲気でやれてるっていうのは楽しいことです。岩城君遅いよ。すいません継続して開催を続けることだけでやっぱり大変ですし、で何かあったら問題全部僕が負うことになりますので、自走で来てないじゃないですか何かあったら責任を取らなきゃならないっていうのも大変ですし、で僕が始めた当初の頃やっぱりいろんな方面からクレームというか、あいつは何なんだ、あいつは金儲けしてるっていうことを言われて、でも入場料も一切取らずに最初はやってきていて、で最終的に餅屋さんで落ち着いた時に、餅屋さんとしてやっぱり入場料1台200円は徴収して納めなさいって言われて、でこの200円を集めてます。もちろんそのまま渡しているので僕の利益なんて全くないです。そういうふうにやってるにもかかわらず、あいつは儲けてんじゃないのかって言われるのはやっぱり心外ですし、最近言われなくなりましたけどね、もう全部オープンでやってるので、物販とかもなるべく安くしてますし、でこういう上りとかそういうのも自腹でみんなやって、で仲間がこういう看板とかも全部作ってくれるので、記念のステッカーもそうです。そうやって仲間がみんな協力してこのミーティングをやってるっていうのはちょっと他にはないミーティングなので、個人の主催で協力者が大勢いてやってる。だから大変な話でしたね。大変じゃないみたいですね楽しいです。はい、もう個人の集まりの仲間と、あとは地元チームのトレジャーさんがこれだけ手伝ってくれるので、だからできることなんですよね。僕一人じゃできないですよ、もう。はい、いきますよ。はい、チーズ。はい、皆さん敬礼してください。はい、敬礼はい、大丈夫ですか。はい、さん、お願いします。今度は沖縄です。大きくしないイベントを大きくしちゃうと、もう何かしら問題があって、ここの会場も今でさえやっぱり台数多すぎるって言われてるんで、これ以上大きくしない。だから宣伝もあんまり僕しないですし、本当の FX が好きな人が集まってくれればいい。
僕の気持ちに賛同してくれる人が集まってくれればいい。だからみんなこうやって静かにおとなしくやっている。だから継続できる。長く継続するためには大きくしない。はい、そうです。 Facebook だけにしていて、あんまり告知しちゃうと、過去には600台とか集まる、今日はね天気予報悪かったんでこうやって少なめですけれども、過去にはもう向こうまでぐっちゃりっていう時はありましたから、もうそうなるともう一般のお客さんに迷惑をかける。でやれる会場がなくなる。だからなるべくこじんまりしたい。はい、はい、みんなが FX 本当に好きな人たちで理解してくれる人が楽しんでくれれば僕はそれでいいです。大きくすると会場もいろいろ変更しなきゃならない。そうなると入場料も500円1000円取らなければならない。じゃあその代わりステッカーとかそういうのも作らなければならない。どんどん大変になるじゃないですか。そうすると疲れちゃうんで嫌ですZ400FX です。カスタムのポイントは、この外装まず、ハーフカウルとこれ、この分だけ長くしてあるロングタンクですね。でこれロングタンクカバーとかではなくって通常のノーマルタンクに板張って、ノーマルのタンクがここまでです。中に名残あるんですけど、それで伸ばしてるんで、自然に伸びる形を作ってます。でシングルシートで、最近やったカスタムなんですけれども、この、ショートテールフレームここで切っちゃってます。僕はもったいないって言われるんですけど、売るつもりがないから僕のもんなんで切りました。でお尻を短くしたっていうのが直近でやったカスタムですね。で一応ノーマルにまた戻せるように中に鉄の棒を通して抜き差しして戻せるように考えてます。はい、じゃあこれが脱着できる。そうです。これ取れます。はい、であとは電装ですね。自作の電装を作りました。全部ここでチェックできるように、トラブルもチェックできるようにしています。じゃあここに、そっか、じゃあ電装系はここに集約させて。そう、全部ここです。はい。でリチウムイオンのバッテリーにして、でスカチューンにしたと。スカチューンにするためにバッテリーちっちゃくしたかったのでリチウムに変えました。であとはレイダウンしたりとか、バックステップも自作で作ったりとか、マフラーもマキシムワークス、もう多分これ以外僕は見たことないんで、世の中にもうこれ以外ないと思います。と一通りエンジン関係も全部手入れてますし、そんな感じですかね。はい。FX が好きな方であれば誰でも来れます。現行車でも他車種でも全然来れます。で
僕がやっていることへの理解をしていただければ、長く続けるために協力をしていただければどなたでも構いませんので、ぜひ来てください。で、海外にも FX のファンはすごくいまして、で SNS で僕もそういう交流をしています。で、いつかはそういう人たちにも会いに行きたいなと思っていますし、来てくれたらありがたいなって思ってるんですけど、台湾が意外と多いんですよ。だからそういう人たちとも交流ができればいいなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい。いや、すごく良かったです。はい。なんか喋るの上手ですよね。声がいいって言われるんですよ、よく。みんなはまだ走ってる？はい。でも迷子になってましたよ。これいったらどこ行けるんですか？これまで見たら。川口湖とかあっちの方。寒いですよ、そりゃ。寒いっす、本当に。